はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルコーヒーのバリスタ豊です。皆さん、お家でコーヒー入れてますか？そろそろお家でコーヒーを入れてみませんか？そこでこだわった僕なりの入れ方があるので、それを見ながら一緒に入れることができるように、今回の動画を作っていきたいと思います。僕の手元を見れるので、自分が見ながら手順が合ってるかなであったりとか、こんなこともしているんだとかを思ってくれると幸いです。それでは早速行ってみましょう。はい、それではまず入れる前に準備するものを確認していきます。まずは右から順番にコーヒー豆ですね。自分の好きなコーヒー豆を選んでください。そして、紙フィルター。ドリッパーにあった紙フィルターを選んでください。で、ドリッパーですね。で、ドリッパーの下に、サーバーがあります。これはコップでも大丈夫です。で、サーバーに入れるとき、僕は一つ準備するものがあって、コップを一つ準備します。入れ終わった後に置いておく。あと、もう数滴とか落ちると思うんですけども、そういった時にいけるコップが必要だと思うんで、コップを用意しておきます。はい。で、スケールですね。で、ドリップ用のスケール測りだとタイマーがついてるんですけども、なければ、こういった普通のタイマー使っても、ちょっとね、押さないといけないっていうのがちょっとめんどくさいかもしれませんけども、こういったのも代用できますので大丈夫です。はい。で、次にフリフリですね。微粉と洗い粉、コーヒーの粉を分けます。で、細口のケトルですね。こういう形がいいと思います。で、グラインダー。グラインダーは電動でも手引きのやつでもいいと思います。はい、こんな形でね、手引きのやつでも全然 OK です。それでは、まずはコーヒー豆を測りましょう。本日のコーヒー豆は、グアテマラの5種ですね。はい。まず 15g を入れたいと思うので、15g ぴったし入れましょう。一粒、だいたい 0.2 ぐらいなんですよね。はい、ちょっとコマ1多いですけども大丈夫です。グラインダーとかに引っかかると思うんで。はい、ではコーヒー豆が引いていきます。で、引く前にお湯は沸かしておいてください。できるだけね、引いてすぐに新鮮な状態で入れたいので。はい。では、ここを折っていきます。で、しっかりとキックさせます。押さえるときはね、この折り目のところをグッとちょっと押さえてみるといいと思います。では、押さえながら、洗浄プラス温めていきます。はい。では、この余分なお湯も捨てていって、で、よくわかりますかね。この辺ちょっと線出てないじゃないですか。この辺。そういう時は、ちょっと一回持ち上げた後に、もう一回フィットし直します。極力ね、ラインが、綺麗なラインが、溝に沿った時に沿ったラインがあると、いいと思います。はい。はい。では、フリフリしていきます。
はい、うまいこと分かりました。もう習慣的にこのちゃんとひけた豆が何グラム入ってるか確認します。だいたい15グラムの場合は13近くの豆がだいたい分別されて、この微粉の方がだいたい2グラムかな、2グラムちょっとですね。で、お湯をケトルに移していきます。お湯は92度ですね。で、ケトルに移す場合、測りで測ると結構手間が省けるというか、ちょうどではなくて 10g、15g ぐらいお湯に入れたらいいと思います。はい、それでは、入れていきたいと思います。で、いきます。はい。まず真ん中からゆっくりとこう全体的に逃がすように 30g のところで止まります。ちょっと多かったですけども、ざっくりでいいと思います。で、30秒になったら 80g まで入れていきますね。はい、真ん中の方から入れてって、で、ちょっと広げるぐらい、半分ぐらいですかね。はい。80までいきました。大体ですけど。で、55秒の時に、続けていきます。真ん中からあんまり動かないですね、僕。で、130のところまで行って、はい、130、ぴったしちょんちょん。で、微粉を入れます。はい。粘土はだいたい 2g ですね。2でちょっとね。はい。で、次に、微粉をね、全体的に濡らすような感覚で、はい、いきます。で、この時に、だいたい180まで入れますね。はい。はい、180、コンマ5、ちょっと多かった。で、本当はね、ちょっと遅いんですけども、1分45分のところに、だいたい230ですね。230まで入れます。はい、230まで入れました。はい。で、このコップの手はですね。はい。ちょっと見えないかな。この辺にどうかな。はい。だいたい2分30秒で、ほぼ、で切るので、はい。あとは、垂れないように、こっちに移していきます。で、はい。音よ流のコーヒーの出来上がりです。では、味見をしていきたいと思います。はい。飲むときは、こう、グラスを、こう、サーバーを回してもらって、味を均一にします。で、はい。できればね、グラスもね、温めてもらうといいかもしれませんね。はい。いかがでしたでしょうか。ちょっと飲む時のコツというか、違った飲み方をすると香りももしかしたら違うかもしれませんけども、ラーメンをすするラーメンをすするみたいな形でちょっと空気を吸いながらコーヒーを飲むとコーヒーの香りが
より、強くなるので、もしできる人はやってみたらいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとこだわった入れ方をしてますけども、すべてその真似する必要がなく、僕はこんなやり方でやってますよということで、ちょっと参考にしていただけたらなと思います。はい、それではありがとうございました。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。